皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、先週、ライブ配信をしまして、そこでですね、魂のブループリント、魂が決めてきたこの運命はですね、変えられないということをお話ししたんですが、そこでですね、いろんな驚きとかいう話も、コメントなどもいっぱいいただきましてですね、これをもうちょっと詳しく誤解のないようにですね、今日はお話ししておこうということで、魂のブループリントは変えられないのかということで、もう一度、ゆっくり今日はお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは自分のスピリチュアルな部分をよく気づいてですね、そして直感力を高めていって、人生のミラクルをどんどん引き寄せていくコツみたいなものが、ここで語られますので、そういうことに興味があればチャンネル登録もしていただき、最後まで見ていただきたいなと思います。さあ、この間ですね、ライブ配信で、ブループリント、魂の決めてきたこの運命ですね。それは変えられないんだということをお話ししました。その時の詳しいライブを見たいという方はですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいなと思うわけなんですが、このね、そもそもブループリントっていうのは何なのかってことをちょっとね、今日お話を初めて聞いた人に、説明しておきたいと思うわけなんですが、僕らはこの魂がですね、こう目的があって、こういうことをしよう、こういう壁を乗り越える、こんな経験をしようということを決めてですね、人間の体に降りてくるわけですね。で、この魂っていうのは、その降りてくる前に、この世に降りてくる前にですね、いろいろ決めてくるわけです。この親の元に生まれて、日本人として生まれて、僕みたいに男として生まれるんだけど、ゲイとして生きるとかですね。それを通していろんなことを経験したり、いろんな壁を乗り越えていったりっていうことを、いろいろ決めてくるわけです。はい。結構その緻密に細かいことまで決められるわけなんですね。で、僕らの中では、例えば、僕が男性に生まれたっていうことは変わらないわけです。僕の父親、母親の元から生まれてきたっていうのは変わらないわけです。育ての親とかそういうことが、親が変わっていくということはあるかもしれないですが、変えられない事実ともあります。で、それとは別にですね、このブループリント、ね、どういうふうに生きていくかっていうこともすごく、決められてくる。自分で決めてくるわけなんですけども、ここにはですね、自由な選択というのもあるわけです。それはこの魂、僕が生まれてきます。僕のこの体の中には自分の魂が入ってるわけですよね。でこの魂っていうのは、何をしよう、どんな選択をしよう、ね、例えば今日何食べよう、スパゲッティを食べるのか、ハンバーグを食べるのか、こういう選択もいつも自分が決めてるわけです。それを例えば、いや、あんた、ここハンバーグが美味しいから食べなよとかって言われて、ハンバーグって決めるかもしれない。それは誰かに影響を受けて決めるかもしれないですけども、最終的にはこの自分の魂が決めているわけなんですね。で、それで一つ一つの経験をしているわけです。で、このスピリチュアルの世界ではですね、この選択の中に自由な選択だと。魂は常に自由な選択を持っていると言われるわけなんです。はい。これは事実なわけなんですね。この魂っていうのは本当に、じゃあどういうふうに生きたいのか、どこに行きたいのかっていうのを決められてるわけです。だから、よくありますよね。皆さんが、じゃあ自由なのに、本当にこのブループリントから離れてもいいのっていうふうに考えられる。それはどういうことかっていうと、人生にはですね、ちょっと越えないといけない壁みたいなのをやっぱり魂が決めてくるわけなんですね。でも皆さんそれを超えるにはやっぱり不安だったり怖かったり、すごく大変だったりするから、逃げようとするわけです。でも、ブループリントがそういうふうに決めてくるので、やっぱりそっちの方に離れていってもそっちの方に持っていかれる。ね、じゃあ、魂自由なんだから、この決められてる逃げたいところは全然違うところに行けばいいんじゃないの？いけるんじゃないの？いけるはずじゃないの？っていうところを皆さんは迷うわけなんですが、これは考え方次第なんですね。実は魂には自由な選択があるんです。それはどういうものかっていうと、先ほど言ったみたいに、ハンバーグを食べるか、スパゲッティを食べるか、そういうところに自由選択があるわけなんですね。だからブループリントの中でこういう風に
行く、ここの道をこっちの方に行くっていう方向性みたいなのが決められてるわけです。で、そっちの方向に行くには、いろんな方法があるわけなんです。はい、こういうね、いろんな方法を使っていけるわけなんです。そのやり方は本人が魂が自由に選べるということなんですね。ただ、このブループリントで決めてきた大まかな流れっていうのは変えられないっていうことなんです。これをみんなが驚き、変えられないな、アキラさんみたいな。で、辛いこの人生、どうにか変えられないのって思うわけなんですが、じゃあ、なぜこのブループリントは変えられないのかっていうところがすごく大切なんですけども、これはなぜかと言いますと、この魂、ね、僕の今回のこのアキラとして生まれてきたこの人生ですね。ここはこんな風に生きようって決めてくるわけです。例えば僕の場合ですと、このゲイだっていうこととかですね。あとちょっと声がいいっていつも言われます。僕歌ったりこうやって話す仕事とかたくさんやってるんですが、やっぱり声を使って何かをしていく。ね、僕自身も幸せにしていくし、周りの人も幸せにしていく。そういうブループリントが僕の中にはあるわけです。ね、これを、ちょっと声の方も辛くなってきたから、じゃあこれから、ありえないんだけどね、僕車とか全く興味ないんだけど、車の整備士が悪いわけじゃないですよ。僕は全く車とか整備には興味ないのに、車の整備士となってですね、自分もみんなも幸せにしていくっていうことを決めるとします。でもそれはうまくいかないわけですよ。なぜかっていうと、このブループリントを生まれる前に決めてきた段階でですね、今回のこの人生の中で自分がどういうことに興味を持ってこんな風にこともできる、こういうことに長けている、僕の場合だと声が、これは持って生まれたものですよね。もちろん昔から少年少女合唱団とか入ってて、声を鍛えてきましたけども、この声っていうのを使うっていうも、そういう風に決められて、カリキュラムっていうか、コンピューターの中にそういう仕組まれてるわけですよ。で、それにために、ブループリントのために必要なものも全部仕組まれてて、反対に言うと、そのブループリントに必要ないものは入ってないわけです。で、例えば輪廻転生って皆さん魂、何回も生まれ変わってますよね。で、例えば前の、前世で、僕が同じ魂なんですよ。でも、僕がゲイである必要がなければ、普通に男性とか女性として生まれたりもしてる、そういう時があるわけです。ね。その時はだってゲイ関係ないんだから、今回は僕がゲイとして生きるっていうブループリントのもとに生まれてきたから、僕自身がゲイなわけなんですね。ね。だから、ブループリントに従って、もう必要なものは全部魂の中にインプットされてるわけなんですね。だから、これを全く違うところに行くってことはありえないわけなんです。反対に言うと、皆さんが辛いと思ってるのは頭の中で考えてることで、やっぱり魂をちゃんと見てですね、自分の魂が、自分が本当に何をしたいのかっていうのを見ていくとですね、逃げるっていう選択よりも、そっちの方に、ブループリントの方に行くっていうところが自分に幸せになっていくっていうことを気づかないといけないっていうことですね。この行かないといけない、そして自分の魂のエネルギーとか全てのものが、そっちのブループリントの方に行こうとしてるのに、いや、そっち行きたくないって言って、違う方向に行こうとするから、みんなはどんどんしんどくなって、私このブループリントから離れたいと思うんですけど、いや違うんです。みんなしんどいの、ブループリントから離れようと自分がしてるからです。このブループリントの向かう方向に行けば、自分の魂、エネルギーもそっちに行くようにできてるし、そっちの方向にうまくいくように仕組まれてるわけなんですね。はい。だからここが違うわけなんです。だからブループリントを変える必要がないんです。自分が行く方向じゃないところに行こうとしてる、ここに気づいて方向転換するだけでいいわけなんですね。はい。ですから、魂に自分がですね、何したいあなたはね、どんなことを楽しいと思うですかっていう、そういうようなことを自分の魂自身に聞くことがすごく大切になってくるってことなんですね。よくスピリチュアルの世界で自分のワクワクすること、楽しいことをやってたらいいって言いますよね。あれはなぜかっていうと、
その楽しいとか、なんか知らないけど、ここ得意なんだよねとか、こういうことに興味があるんだよねっていうところは、もうその魂の中にこのインプットされたものなわけですよ。だからそこを大切にしたり、そこの方向でじゃあ何をしようか。僕の場合だと声を使ってじゃあいろんなことやっていこうね。何をしたらいいかわかんないから、じゃあこういうこともやる、ああいうこともやる、もうこういう歌も歌おう、ね、ラジオにも出ましょうみたいな感じで YouTube もやっちゃおうみたいな感じでやるわけですよ。で、そういう風にしているとどんどんその自分が行かないといけないブループリントに近づいていくっていうことなんです。しかも、こういう風に自分のやるべきことにちゃんと向かっていくとですね、すっごく頑張ったり、辛い思いとかしなくても、ある程度、努力というか、そんな楽には生きられませんよ。何でもかんでももう、座ってるだけで幸せになれるってことはないんですけども、こうかな、ああかな、とかつって、ある程度楽しみながらやってたら、そっちの方に行くっていうことなんですね。はい。だから、皆さんが、辛いとか、もうこのブループリント嫌です。こっちに行きたくないって思ったりしてる方がいると、その人たちがこのブループリントと違う方向に行けないのって思いがちなんですが、違うんですよね。その辛い状態がブループリントと全然違う方向に、わざとしんどい方に自分を流していこうという風に動いているからなんですね。だから、ちゃんと自分の魂、あなたは何したいの？どんなことが楽しいの？どういうことが得意なの？っていうことをよく見てですね、それを活かして、自分に頑張らずに生きていくっていうんですかね。そして、一つ一つのことを、味わっていくっていうようなことをすると、このブループリントの方にうまくいくってことです。ですから、ブループリントは変えられないんです。なぜなら、もう、自分の魂の中の、システムにですね、もう、このブループリントだったらこれでいいよねっていうものがすべて、ここの中にあるわけなんですね。はい。ですから、ここの中を見れば、このブループリントのこっちに行けばいいよねっていうのも全部見えてくるし、そのブループリントのこっちの行くっていう決めてきた道に行くとですね、すんなり行くようになって、人生もそんなに辛い思いをしなくていいようになるってことなんですね。はい。ですから、ブループリントっていうのをすごく考えて、そして自分の魂、同じ方向に行ってるかなっていうことを見ることってすごく大切なんです。はい。そうですよね。だって、この魂の旅はですね、人生は、ミュージカルとか、そういう舞台と一緒です。で、もう台本も決められてこうなるって言って。で、そういう風にやっていくとスムーズにいくけども、そこでなんかアドリブ入れまくって、全然違う方向に行っちゃったりすると、ね、大変なことになって、ケオスになって、どうするのっていうことになります。まあ、そういうことがですね、僕たちのこの魂の人生にも起こっているということなんですね。はい。ですから、魂のブループリントは変えられません。それはなぜなら、魂がそういう風に決めてきて、僕たちが持ってるものが、もうこのブループリントに最適な状態で全てを持ってるってことです。はい。ですから、そこを活かして、気張らずに、頑張らずに、怖がらずに、自分の頭で嫌だって考えずに、じゃあこっち行こうっていう風に、純粋に、ピュアに進んでいけば、そちらの方にうまく辛い思いもせずに進んでいけるということですね。はい。ぜひ皆さんにその辺を考えて、自分の魂に聞いて動いていただきたいなと思います。この番組では、このようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてですね、僕は今7ヶ月で霊性開花、講座を開いております。僕とマンツーマンで勉強できるというものでですね、その人に合った、そしてこのね、先ほども言いました、自分のブループリントとかですね、自分の進むべき道、そして自分がどのように、メッセージをもらっているのか、そういうことをやっぱり気づくことってすごく大切なんですね。はい、そのお手伝いをですね、僕が、一緒に、探していくという7ヶ月の講座でございますので、興味ある方はぜひ概要欄から見ていただきたいなと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラーここでいつも興奮するんですが、はい。それでは、みんなの、それではまたお会いしましょう。さよなら。